13日の金曜日だ。夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ、今週も FM 大阪のスタジオから、男子チーム、アーバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。今週も転職バイトのクリエイトさん、ありがとうございます。はい、ということで始まりました。13日の金曜日でございます。皆さんいかがお過ごしですか？はい。先週がだからすごくバタバタしておりましてですね、弾丸で1週間ほどアメリカに行ってまいりました。お仕事の方で。お仕事とか言っちゃって。ねえ。初めてかな。そうですね。アメリカにお仕事に行って、アメリカに行くなんて初めてのことでしたけれども、まだね、詳細とかどういうことをしたのかは言えないんですけれども、はい、ラスベガスの方に行ってきました。そうですね。ちょっと今若干時差ボケなうって感じ。だから、朝はめっちゃ4時とかに起きるんですよね。だけど、この昼間、夕方、夜あたりがちょっとこう、だんだか眠たくなってくる。そんな感じです。アメリカ1週間ほど行ってきまして、ラスベガスなんでめちゃくちゃ暑い。もう、砂漠なんでね、知ってました？砂漠って。ラスベガスが砂漠ってこと。だから、ずーっと暖かいんですよね、あの街は。で、砂漠をこう、切り開かれた場所。だから、冬場に行っても、冬とかっていうのがないんかな。でも前回私普通にプライベートでラスベガスに11月頃行った時は、ちょっと夜とかは肌寒かったですけれども、もう今回は6月行って、日中42度とか、とんでもない暑さでしたよ。日焼けみたいな感じでしたけれども、なんかショーとかもまた見ることができて、はい、充実した1週間でございました。で、その1週間後の、帰国したその日に、名古屋のライブが、はい、愛知県のライブがございました。アバンゲルディンがね。だからもうバタバタって感じで。そう。でもなんか、逆になんかこう、アドレナリンと言いますか、うん。なんかそれでこう、ハイテンションな感じではありましたね。メンバーも、なんか意外と元気で、うん。なんかパフォーマンスとしてはすごい、過去一良かったんちゃうっていうぐらい。うん。疲れてる方がいいのか。落ち着いてる人は落ち着いてましたね。うん、だからすごい、それは感じました。なんか逆に、忙しい方がパフォーマンス力上がるのかな。うん。でも残すところ、来週ですね、もう6月21日長崎、はい、ハピネスアリーナの方で、千秋楽、はい、サードライブが、ツアーがもう最後でございます。で、もうアリーナっていうのが、アバンギャルディではもう初の規模感ですし、ちょっとやっぱステージの仕様が、ホールとはまた違うのと、いろいろ演出とかも、演目とかも変えてきていますので、今までのツアー見に来てくださった皆様ももう一回ちょっと最後に見に来てほしい内容になっておりますので、6月21日土曜日まだあります。チケットはありますので、ぜひ来てください。お願いします。てなわけで、今週のあかねクラブは、アバンゲルにおかっぱトークはお休みでございますが、なんと、大先輩。いつも言うのに。大先輩の、シッキンさん、はい、シットキングスの、かずきさんとのっぽさんがお越しくださいました。はい。どんな話が聞けるのか。もうやっぱりね、大先輩ということで、毎回緊張しているわけでございますけれども、いろんなお話ができればなと思っております。そして、番組のどこかで、椿ファクトリーからのメッセージをお届けします。さあ、FM モースお金クラブ、今日の1曲目は、これ新しいやつですね。先月リリースされた曲。ナイトテンポの曲なんですけど、ナイトテンポの曲っていうか、ナイトテンポ
が、昭和グルーヴミックス新しく出しました。で、今回はスペクトラムの昭和グルーヴミックスということで、ありかっこいいっすよ、これ。それも、買ったんで、これは。ナイトテンポ&スペクトラムのフライ。FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラ FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。今週のゲストコーチの登場です。自己紹介お願いします。皆さん、何ですか？どうも、シットキングスのカズキです。どうもです。いや、あれそんな急に来ると思わなかった。ごめん。すいません。はい。お久しぶりです。お願いします。このあかねクラブは、生放送ぶりなんか、あれだ、生放送だったっけ？そうなんですよ。 4人で仕掛けて。いや、このね、あかねクラブ、基本収録なんで、生放送本当にないんで、そっか、ちょっとスペシャルな回だったんだ。そうなんです。それぶりで。いっぱい噛めるじゃん。大丈夫だ。収録だ。ダメです。 2023年6月何ですかの生放送でメンバー。そう。だからもう2年前ですね。嘘だ。それぶりで。マジか。久しぶりすぎるか。久しぶりでございます。ありがとうございます。で、かずきさんは、この前ね、それスノの番組で。そう。僕が喉を失ってた。そうなんですよね。いや、なんか、全然喋れないけど、頑張ってこう振られたら喋ってたんだけど、やっぱ気使ってくださって、アナウンサーの方とかがあんま振らないようにしてくれてたんだけど、スノーマンの時に、あかねさんが、いやー、これはかずきさんに喋ってほしいですよね。って急に振られて、喉のシャッター完全に閉めてた時に、振られて、まあでも、おかげさまでね。いや、だってそう。ちゃんと喋れたからよかったけど。くれてるのに、やっぱ話聞きたいじゃないですか。で、最初はちょっと通訳みたいな感じで私隣の席やったんで、通訳とかしてたんですけど、やっぱ難しくてね。そう。どうにか喉の調子悪い中ですけど喋っていただける。ありがとう。だって、あかねちゃんに通訳お願いしたときに、通訳お願いしてるあかねちゃんに、なんてって言われて。通訳に伝わってなかった。それぐらいね。そう、助かって、ごめんいや、今日は万全で。安全です。お願いします。はい、そうなんでございます。で、シットキングスさんについて改めてご紹介します。はい。メンバーは4人。はい。そのまま台本読んでる感じで。メンバーは4人ですね。はい。で、かずきさん、のっぽさん、そして庄司さん、小栗さん。はい。私の大先輩の方々です。はい。大昔から数えきれないアーティストの振り付けをされています。大昔。そんなおとぎ話みたいな。いや、でもそう、なんか私ね、全然関係ない話なんですけど、この前実家帰って、なんか整理してたんですよ。なんか、なんていうんですか、今までのものをね。でその時に、シッキンさんの、10年ぐらい前の舞台のフライヤー出てきました。そう。大阪でやったやつかな。いや、違う、東京。それ見に来たってこと？東京に住んでたので、大学時代。そう。そうなんだ。そうなんです。で、それを見に行って、で、それ今日持ってこようとして忘れた。なんでわざわざ実家にちゃんと持って帰ってるんですよ。確かに。ですよ。大事に保管してたんですよ。そう、だから今度また、持ってきてサインしてください。絶対忘れる。絶対忘れる。忘れないようにするんで。はい。ありがとうございます。はい、そう、それぐらい大昔から、数えきれないほどのアーティストさんやもう本当にいろんな振り付けをされています。はい、ありがとうございます。で、最近の和樹さんとのっぽさんの振り付けは、もういっぱいありすぎる。大志さんや山田涼介さん、ビスジャパンさん、ナンバーアイさん、木村拓哉さん、はい、などなど。で、もっと最近では和樹さんは、ミセスグリーンアップルの大森元気さんの、元木ですね。いや、間違いないかな。時代踏みました。大森さんのシングル、絵画ですかこれ。絵画です。絵画のミュージックビデオの振り付け。はい。いや、もう初めてだったのよ。ミセスともそもそもそんなに関わりあって。で、大森くんのソロがなんかすごい久しぶりにらしい。で、踊りたいってことで、ちょっとコンテンポラリーチックにしてほしい。だって大森さんめっちゃダンスね。めっちゃ上手ですよね。でも言うてってぶっちゃけ思ってたの。会うまでは。
言うて。3練習して、形になって、手に出てんだろうなって思ったんだけど、本当にうまいんだと思って。やっぱな、最近俳優とかもやってるじゃん。あ、そうですね。映画とかも出られてる。音楽のセンスも、なんか表現力が高いから、ちゃんとそこがダンスとか動きに、すごいなって思って。そこもう全部そう。ちょっとコンテンポに作ってほしいって言われて、もちろん俺コンテンポラリーダンサーではないから、なんかちょっといろいろこうチャレンジングなこともあったんだけど、一緒になんかこういう風にやったら、この歌詞はこういう表現でとかっていうのを相談しながら、どんどんこう精査されていって、森くんのものになってったって感じ。すごい。じゃあ一緒にこう作っていくみたいな感じだった。基本最初俺が全部作って、で、ここってどういう意味があるんですかとかをちゃんと聞いてくれて、歌詞でこういう気持ちでこういう歌だから、こういう動きにしたいなと思ってるって言ったら、すごいこうそれを理解して、ちゃんとその動きをやるっていう。素敵。すごい。めちゃくちゃ表現者だなって。できるんですね。うまい下手も関係なく、やっぱアーティストとしての動きをちゃんとしてくれてる感じ。クリエイトもできるし。曲も作る、歌詞も書き、歌も上手くて、ダンスもあそこまでできちゃう。すごいすごいと思う、本当に。ですね。で、ちゃんとミセスとのね、なんか違いみたいなものも多分意識して。そうか。皆さん MV 見てみてください。チェック。すごい。だって、あかねちゃんもあれだもんね、アンパンマン。あ、そうです。ね。アンパンマンの、ショーの振り付けを、横浜でもやってんの？横浜と神戸と名古屋と今。行ったことあるよ、俺、そうなんですか？でも、その時にそのショーだったか覚えてないけど、めちゃくちゃ子供テンション上がってて。めっちゃいいですよね、アンパンマン。すごいクオリティ高いショー。見に行こう。ね、作るの。なんか俺、質問したいもん。わかる。この、ラジオとかを無視して、いろいろ質問したい。本当に。なんか、振り付けとさ、移動のバランスとかも超絶妙じゃん。ちょっとその現場に立ち会ってみたよね、一回。わかる。アバンギャルディ。あれもなんか、俺なんか一回ね、ビハインドみたいなやつで YouTube 何かの番組か練習かの見たことあって。なんか、友達だよね。そうね。友達の感覚でやってるよね。なんかリハ雰囲気とか。そうですね。まあ結構舐められてるというか。いや、でもそれがいいのかな。なんか一見、なんか自分はやっぱ怖い先生みたいに見られがち。めっちゃ舐められてますね。そうなんだ。はい。でもなんか、あかねちゃんもアバンギャルディのみんな見て、うわ、最高、めっちゃいいっていう、なんか印象よりも、ええやん。みたいな。印象の方が友達が言ってるみたいな。なるほど、なるほど。超テンション上がって、みんな最高大好きみたいな瞬間ある。というよりは、なんか自分がめっちゃいい振り付けができたときに、やっぱ天才って自分に言うときはあります。自分に。わかる。でも、振り付け師としてあれじゃない。やっぱかましたかも。確かにね。とかはないですけど、やばい、すごいもので。みたいな。いや、メンバーのことはないですけどって。さらっと。本当に。気をつけた方がいい。いや、そうですね。ビシバシやってますけれども。はい。じゃあ、ここで、一曲、紹介お願いします。いきますよ。はい。いいよ。この曲は、つい最近、ミュージックステーションでも、させていただいた曲で、2本目の曲になっております。ぜひ聴いてください。シットキングスでビリ。マジで。見ましたよ。見た。はい。あと YouTube とかも裏側でそうだ。すごい。超リスキーな。本当に。アバンギャルディであれやったらめっちゃ面白そうだね。FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。今日のゲストコーチはシットキングスさんの、シットキングスのかずきさんのっぽさんにお話聞いてます。お願いします。まだ寝起きかも。まだ寝起きかもしれない。はい、ということで、先日かな、先日、大阪・関西万博でありました。はい、番組の、そうですね。企画で。はい、番組の企画で、アバンギャルディがお世話になりました。いや、初めてだよね。そうだね。もちろん。他の番組でね、なんだっけ、審査させてもらったりとか。そうですね、お世話になりました。あとなんか一緒にステージの上にいたりしたこともあったけど。ありましたっけ？トラジャの、相葉さんとかの番組で。時も審査員で。審査員だ。審査員だ。そうだ、審査員だ。そうだ。あれ審査してたんだ。いや違う、私は普通に、
トラジャと戦うっていうので、そういうこいたんですけどえ。なりさんのお面をみんなつけてやるみたいな。なんか、はいはい。そういう出会い方はあるけど、確かに。一緒にステージで踊るっていうのは、いや、しかも、シキンさんの振りを踊らせてもらうっていうのが、本当に初めてのことだったので、みんなマジで苦戦。大苦戦。そういや、そりゃそうですよ。そういうことってあんまないんだなんて言うんだろう。そうですね。あかねちゃんの振り付け以外を。なんか、あるんですけど、なんか、もともとある振り付けを踊ったりとか、そういうのはあるんですけど、いや、やっぱ、シキンさんの振りは。確かに、直接触れるみたいなのは、今回は初めて。いやいや、マジでみんな難しいって言ってました。来てても難しそうと思いながら。あ、そうなんだ。はい。いや、でも心強いというかさ、今回オファーそうね。ってもらって、はい。めちゃくちゃ嬉しい。いや、ありがとうございます。アバンギャルディとかって普段なんか見てもらったり。見てる。っていうかなんか、SNS のコラボの相手がやばすぎ。いや、大バズり。そうですね。なんか、この前、アバンギャルディ初めての曲をリリースさせてもらったんですけど、そう、OKP サイファーって言ったおかっぱを。なんかこういうやつだ。そうです。おかっぱをこうモチーフとした、曲なんですけど、いろんなアーティストの方とかに踊っていただいて。すごい、本当に。メンディーのやつとかも、めちゃくちゃバズってて、パリピそう、パリピ孔明で、はい、映画でご一緒したいうのもあって、一緒に踊らせてもらったんですけど。めっちゃ、振り付けももちろん分かってじゃん。そうです。なんだろうね、癖になる感じ。ね。いやいや、そう。かっこよくはないじゃん。そうです。はい。それがいいんだよね。はい。それがいいんだよ、めっちゃいい。でもなんかああいう、なんかあんまりかっこよくないけど、それをみんながなんか真面目にやるっていうのが、おもろく見えるんですよ。その、キュールさみたいなものも好きなんだろうね。そうです。それがすごい、癖になるというか、アバンギャルディっぽく感じるみたいな。確かに。ぜひ一緒にコラボしてもらえますか。全然。やりたい。お願いします。ちゃんと教えてくれる？はい。ちゃんと、はい。メンバーが。でもあれだもんね。俺らがどんなにうまく踊っても、あかねちゃんは私の振り付けいいなとしか思わないんだもんね。いや。それをうまく俺らが踊りたい。話から言うと。さっきちょっと違うんですけれど。やっぱ私の偏見いいだわ。材料にされた。そんなことはないですけれども。いや、ぜひ。いや、嬉しい。はい。じゃあちょっと、違う質問をしたいと思います。はい。日頃、インプットとかはどういうふうにされていますか？インプット。アイデアとかの。そうですね。アウトプットの割合の方が多いですか？全然多くなっちゃってる。そうですよね。でも、行けるときは、ライブの演出とかもやらせてもらったり好きだから、ライブに行って、いろいろこう、なんか自分がやろうとしてる規模のものとか、もう、それこそ同じ会場とか、に行けるときは行く。なるほど。けどなんか結局それが、何かのアイデアになるかって言われると、意外にそこまで直結しなかったりするというか、やっぱアーティストもさ、色によって違うし、そうですね。このアーティストはこれがすげえうわーってなってたけど、失禁が例えばそれやるってなったら、ちょっと違うかもとかって思っちゃう。でもその、ちょっと違うかもって感じれたことが勉強にはなったね。確認になる。そう。のっぽさんはなんかあります？俺、最近聞いてないけど、美術展とか、気になるのがあったら、ちょくちょく見に行くみたいなので、でもそのぐらいかな、本当に。でも本当に、数ほどじゃないけど、なんか知り合いのたまたま振り付けした、グループがライブとかあると見に行って、勉強するぐらいで、あんまり本当に最近はインプットみたいなない。そうですよね。逆にあかねちゃん自体はどうですか？でも私もライブめっちゃ行きます。ライブでインプットもあるし、そうですね。なんか、確かにあんまり、ライブですね。そうよね。難しいよね、なんか。なんかでも、結構自分的にはやっぱなんか面白いお笑い系とかもやっぱ、で、勉強します、それの。そのコントとかそういう。コントっていうかなんか、例えばコロッケさん、お笑いっていうかあれですけど、コロッケさんのショーとかもめっちゃ特殊なんで、こんな風にやったら面白くなるんやなとか、いろんなヒントが隠されてます。確かに。ショーがあるんだ。で、早着替えとかもめっちゃ早いんですよ。5秒後には違う人になって現れてるみたいな。すげえ。どうなってるみたいな感じ。のその細工というか、だから、なんか、こんな風に衣装着替えれるんやったら、みんなもできるようになって。確かにね。で、なんか、
うるさいんですよ、あの人たち。なんか、アバンギャルディって、なんか、着替えられへんとか、すぐ言うんですよ。こんな時間ない。間に合わない。間に合わないとか言うんですけど、コロッケさん見てごらんなさいって言って、すぐ出てきたよねって。それは衣装がそうなってるから。だから、できないことはないんだっていうなるほどなことで、確かにねそういうふうに勉強しに行ったりはしてますああ、ね。確かにそういうところを見るのもすごい大事かもね。リアルだ。そうです。どういうふうになってんやろ、裏側はっていう想像したりとか確かに。して、インプットはしてるかな。で、次の質問に行きたいと思います。はい。歌では歌詞でメッセージを伝えたりしますけれども、ダンスで気持ちを伝える工夫ってどうされていますか？ああ、難しいな。むずい。難しいね。でも俺結構最近ここ数年もうずっとはい。意識してるというか、はい。じゃなきゃ嫌だみたいなところがある部分があって、はい。なんかこう、ダンス過ぎた時にちょっと冷めちゃうというか、曲にもよるんだけど、めちゃくちゃ踊るぜ、うわーみたいな時は、ダンスでいいんだけど、なんか一曲通して例えば一人でソロで踊りますって時に、振り付けで埋め尽くされてるのがすごい嫌で、なんか人間じゃないみたいな感じが、なんか自分のパフォーマンスとして似合わないなって感じる瞬間がめっちゃあって、ただ、急にダンスをやめた風にも見えたくないというか、曲の流れの中で。だから普段のダンスをできるだけ人間っぽく踊る努力はしてるというか、普段、柔らかくというか、なんつうんだろうね。ロボットみたいにならないように。そう。だから振り付けのチョイスも、そうならないように頑張るはあるかも。それによって歌詞を表現してる人があくまで人間じゃん。その人間がこれを伝えてるっていう雰囲気であってほしいっていう自分の中でのなんかこう、ギリギリのボーダーラインみたいなのが多分あって、それに合わないと、いや、これ違うなって思っちゃうみたいな。なるほど。なんかちょっとめんどくさくなってきてる自分のこだわりが。でもなんかそれって、やっぱ振り付けだけじゃなくて実際踊られてるじゃないですか、ジッキーさんって。だからそれもあって自分のその表現っていうのもやっぱありますもんね。そうかも。ただグループで踊るときと一人で踊るときもまたちょっと違うですね。グループってやっぱ4人での見た目を見ながら一人で踊ってるけど、ライブの時とかやっぱソロで踊る機会とかあると、より意識しちゃう。のっぽさんありますか？そうだね。気持ちを伝える工夫。いや、なんか最近、ダンスのテレビとかが多くなったじゃん。なって、まあ大会ってか、コンテスト形式が結構多かった。確かに。でもその中でさ、ビハインドが流れるじゃん。で、こんだけ練習してこんだけみたいな。っていう気持ちの伝え方ってすごいダンスを知らない人にとってすごいなんだろうな、親切なんだなってすごいテレビ確かに。見る側、一視聴者として、やっぱりなんだっけ、何も伝えずに、そのダンスだけを見て伝えるっていう、すごい、それは多分それで素敵なんだけど、そういうテレビを見てると、なんかその前もって前情報、こういう気持ちでこういうネタを作ってこういうなんですみたいなのをやると、なんか直接入ってくるというか、なるほど。考えないで進むっていうのがすごいあって、それもやっぱすごい一つの気持ちを伝える工夫としては素敵なことなんだな。だからイベントとかその舞台とかでも、なんかね、そういう前もって伝えるのか、それも見て伝えてもらう、なんか振り付けなのかみたいなのは、たまに、なんか正解がない分、すごい考えたりはする。なんかこれは前もって言った方が伝わりやすいのかなとか、ストレスになるのかなとか。なんかこう隠したがっちゃうもんね。見て感じてくれって思っちゃう節はあるけど。既得な時もあるから、絶妙なんだけどね。でも今回はこういう意味で、こういう風に作りました。こんなことがあってこれを表現してます。どうぞって見た時の方が素敵に感じる時もある。確かに。なんか一人かな、なんかそのダンスで、なんか、そういうコンセプチュアルなやつが、作品がいろいろ続いてたんだけど、逆に、ランページの翔平くんっていうメンバーがいるんだけど、その子が、いや、もう俺そういうのないっす。昔からやってきたのはストリートダンスなんで、もう今の俺を出します。全部フリースタイルです。みたいな。それでも言ったら気持ちが伝わるというか、それ言わないと逆に、もう、わーって踊ってるだけに、汲み取った。翔平くんを知ってる人だったら、わかる、汲み取れるけど、それを知らない、ダンスを知らない人は汲み取れなくて、でも逆にそれが素敵に見えるというか、その一言だけで、なんか、わーって踊ってるのが気持ち悪い。そのなんか、前情報というか、伝え方の順番
もうなんかすごいあるんだな、みたいな。最近だってダンサーとかもね、もう喋れなきゃな時代だもんね。本当に。本当に。自分がやりたいことを伝えれる。本当にそうです。だから、なんか私たちのチームも、もうしょっちゅう喋りの練習をしています。喋りの練習とかする。はい。ずっと MC の練習。ノッポそこに呼んでもらっても。なんでいやいや。でも今聞いてたらめちゃくちゃ喋ってるもんね。うん、そうです。ダンスのことだけダンスのことは喋る。ダンスのことだけ。そう、だから、ほんまに、喋れないと、なんか、ダメだと、本当に思うので、だからみんな、それこそ MC の練習したり、こう毎週ラジオに来て、話す練習をしています。いいね。いい機会があるんだね。伝えられる。でもなんか、コンテストとかのよく審査とかされてるじゃないですか。で、その時に、なんか前もって、こんな風に過程を練習してきましたってあるのとないのって変わってきたりしないんですか？チームがパフォーマンスするときに、なんかある番組とない番組ある。でも、できるだけ意識しないように。ですよね。それはね。そう。だし、知ってるチームとかが、なんか昔からずっと一緒にやってきて、はい。仲間とのなんか愛を表現しますとかは、すっげえドライに見ると、関係ないって思っちゃう。そうですよね。その説明を受けたとて、受けてなかったとて、パフォーマンスでどう感じるかとは、審査員という目ではそう見ようとしてる。そうですよね。じゃないとやっぱもう本当に、ただの好みというか、になりすぎちゃう。確かに。この前はダンスでやったじゃないですか。大変でしたか？あれはもう、ハイレベルすぎて。言われてましたね、なんか前半から。でもなんか、言うたら、結果、優勝とか決めたくないって本音では思ったんだけど、でもその次になんかすごい気づいたのが、でもこの出てくれてる人たちは決めてほしいと思って出てんだもん、優劣ね。そうですね。で、やっぱ視聴者の人からしたらさ、誰が1位とかそんなの決めなくていい、みんな優勝っていう気持ちになったりするじゃん。で、俺もその気持ちにはもちろんなるんだけど、でも、みんなは優劣をつけて欲しくて、この場に挑んでるし、練習してきたんだよなと思って、めちゃくちゃ真剣に考えて、自分の中で、なんかこういう理由だったら優勝ってなっても納得だなっていうものを一個決めて、で、票を入れたって感じ。なるほどね。いや、でも本当に、それこそ2年前、バンギャルディ出てましたけど、なんか、審査、最終は、1票ずつ入れるじゃないですか。なんかそこに入ってる和樹さんが入れてくださったみたいなのがめっちゃみんなのやっぱパワーになる。嬉しいし。いやでもやっぱりなんか引っ張る一個特別なものがあった。なんか上手いのはもう当たり前じゃん、あの段階になって。そうです。全員。そこになんかオリジナリティというか、もうこの人たちにしかこれは絶対できないなが欲しくなった。なるほどね。だから今回俺エアフットワークスって鉄道チームに入れたんだけど、やっぱあの人たちのジャンルが発明だし、それを何回も見てる上で、さらにびっくりさせられたっていうのは、他の人がこれをやろうと思って簡単にはできない。確かに。01だもんね。っていうのがすごいと思って入れた。拍手。はい。ということで、はい。じゃあ、そんなシットキングスの皆さん、はい。めっちゃかっちょいいダンスライブツアー開催決定。そうなんです。めっちゃかっちょいいのやります。はい。こちらは。シットキングスダンスライブツアー2025シップとして、8月から始まるんですけど、9月22日月曜日と23日火曜日祝日に、ゼップナンバでもやらせていただきます。余談なんですけど、23の次の日24日、僕誕生日です。だから、アカネクラブ来たらなんかお祝いしてもらえるんですよね。ね。絶対来た。アバンギャルディと同じウィッグがもらえる。やばい。名前入り、和樹。名前入り。はい。ぜひね、舞台を最近やらせてもらったりしたんですけど、そういう舞台とは違くて、もう本当にピュアにダンスが楽しめる、僕らのオリジナル楽曲で埋め尽くされた、ダンスライブシップ。はい。そしてその前日には、初心者も経験者もレベル分けでいける、ダンスワークショップも、すげー。開催いたします。うわー。1日ですね。はい。来てよ。行きたい。うん。ガチの経験者ワークショップを一回。いやおー。一回。
だって、バリバリ誰かの前とかステージで踊るの最近ないでしょ。ないですよ、ほんまに。やろうよ。やっぱめっちゃ怖いんですけど。いや、めっちゃ見たい。でもね、インプットしないといけないですね。そう。え、できて。確かでも怖いです。もう入れとくんじゃん、名前。で、来なかったら、全体アナウンスで、すいません、ちょっと、あかねちゃんがまだ来てないんで、ちょっと待ちます。私そう。やばいね。行きたいなぜひぜひ。はい。これは初心者の方向けのワークショップ。入門っていうワークショップと経験者っていうのでレベルが分かれてて、全部21日にすげえ。やるんですけど、じゃあ、初めての人も参加できるんです。毎回本当に初めての人が結構来てくださる。し、経験者でも改めてなんか基礎やりたいみたいな人とかも来てくれるし、そう、めちゃくちゃハッピーなやば。ワークショップを4人で教えますので、はい。皆さんぜひ。ぜひぜひ、はい。してます。そうです。そしてですね、そのツアーが終わった後に、10月31日、11月1日に、2度目となる、日本武道館でワンマンライブを 2days 開催してます。はい。こちら、ランディングというタイトルで、ランディング。2日間ちょっとだけね、内容を変えて、はい。両日来ても楽しめるようなものにしようと思うんで、ぜひ、関西方面からもお越しいただければ嬉しいです。いいです。お願いします。はい。ということで、今日はありがたいお話をたくさん聞けました。ありがとうございます。もっとね。やっぱね、そうね、ラジオだけじゃダメだ。そうですね。ピンポンの話したい。そうなんですよ。飲みに行きながら、そうしましょう、ほんまに。なんか、ろれつ回んない感じでダンス論語らないと。マジで。確かになうわもっと話したいです。ねだからまたぜひお願いします。ぜひぜひお願いします。はい。ということで、この時間はゲストコーチとして、シットキングスのかずきさん、のっぽさんでした。ありがとうございました。今日はほんまに大きいんでした。じゃあ、最後に一曲お願いします。はい。ということで、アゲアゲの曲でお別れしたいと思います。シットキングスで漏れちゃう。